前は1対1だったのが1対多数ですからね。そうですね。一人旅とは大変なものであるっていう、そう堀井さんも出たって今回こだわってやっぱドラクエ1を一人旅で行こうっていう話がいやそうですよね。ドラクエ1をいじる可能性もあったわけですもんね。そうですね。やっぱ仲間をちょっと足したいんだけど堀井さんちらみたいなお話もあったんですけど、一人だよ。あの曲も一人の曲ですね。寂しげな曲がね。そっか、そうですね。僕の好きだったあの曲ね。今回もお姫様を抱っこしてもミュウを倒せるじゃないですか。あれするためには結構やると思うんで、そのためにお楽しみしてたって言われるんですよ。言われますね。あれだから後でもってもっとセリフいっぱい用意するんだったら。確かに。あれのサブ欲しいですね。確かに。だからね、それが心残りやってみたね。今回このこと言われたやつがね。まさかの堀井さんの心残りそこだった。いや堀井さんらしいですね。そうね。作り終えましては堀井さんどんなお気持ちが今強いでしょうか。あるべき姿に戻った。そうですね。いいですね。その人あるべき姿に戻った。皆さんこんにちは。ゲームキャスターの田口翔平です。本日はインサイドスクエアエニックスの収録で先日発売されたばかりの HD2D 版ドラゴンクエスト 1&2 についてお話を伺うためにスクエアエニックスさんにお邪魔しております。さあということで早速ではございますけれどもお話伺ってまいりたいと思います。 HD2D 版ドラゴンクエスト 1&2 および HD2D 版ドラゴンクエスト3のプロデューサーを務めた早坂さんです。はい、プロデューサーの早坂です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして、本日こちらの方にもお越しいただいております。ドラゴンクエストシリーズ生みの親堀井裕二さんです。どうも堀井です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあということで今回ですけれども HD2D 版のドラゴンクエストがですね原作では1、2そして3と発売されたわけですけれども今回は3の後に1、2というところで発売されましてどうしてこういう作りになったのかとかこのゲームどういったこだわって作ったのかというところですね、伺っていければなというところでありますね。改めて1986年に発売されましたドラゴンクエストそして1987年に発売されたドラゴンクエスト2悪霊の神々ドラゴンクエスト3そして伝説への後の世界を描くこの2つのタイトルが1つのソフトになって HD2D 版ドラゴンクエスト 1&2 として2025年に発売されたというところです。勇者ロトの血を引く子孫たちの新たな冒険がね幕を開けるよというものになっているんですが大変素晴らしい作品でございました。ありがとうございます。もう新エンディングについてひたすら喋りたいんですがある程度喋ってもいいんじゃない？いやここねちょっとダメなんですって。まだ今からこのワンツープレイする人もまだ見ると思うので、そうです。ここはまだ秘密というところで。でも結構広がってるんじゃないかな。そうですね。多分見てる人はもう YouTube とかもやってる人結構いるかとは思いますが、とはいえこれマジで自分で本当に自分でやってほしいね。そうです。それはありますね。思いますんでね。あるってことだけは言っていいかなと。そうですね。もちろん。終わった気でもうねあったよっていう人もいると思うんで。終わった人はお酒飲みながらね、あだこうだ喋っていただいて。ぜひぜひ。というところでお話を伺っていければと思うんですが、改めてこの HD2D リメイク3からの発売になりまして、1、2と流れになりました堀井さん、これはどうやってこの3からいこうということを決められたんでしょう？今までね結構1からやったことが多かったですよ。リメイクで1、2、3と。でもねやっぱ3がね社会現象になったし3にすごい思い入れがある人がいっぱいいるんですよね。と1からやると3まで気持ちが持たないんじゃないかと。ちょっと長くてね。そうだからいきなり3から出した方が3だってやってくれる人も多いかなと。そこから戻って1、2って時系列的にはそれが本当のねちゃんとした順番なんですけども、そういうふうにね。だその分ねその1、2、3でやったその3の驚きっていうのがなくなった分逆に3、1、2ってやればそれなりのエンディング用意したという。そうなんです。そうなんです。原作にあるねギミックが3の驚きが今回使えないってところでもう我々開発陣はまず頭を抱えるわけです。312の順になってどうしたもんかと。めちゃめちゃ苦労したんじゃないですか。いやもうすごい苦労しました。まずはやっぱその一番最初にどんな驚きをこの時系列順にすることによって与えるかってところからもう堀井さんとは会話し始めましたね。まず真っ先にそこでしたね。もう堀井さんとしては、開発した時は改めて1、2、3でしたけれども、3からいけるっていう確信みたいなものそうですね。やっぱり3でいろいろね
言ってみればワンツーってオリジナルの時はいろんなね容量の制約もあって、そぎ落とした部分が多いんですよ。それを3でねいろんな転職とか、仲間キャラとかいろんなものを盛り込んでやっとなんかやりたことを全部やりきったのが3だったんで、そっからかなという。でそこもね我々開発チームは苦労するわけで、一番やっぱナンパリングとして完成度が高いものを一番最初に持ってくるってことは、でそれを踏まえた上で続きもののワンツー作るってなるとパワーアップさせなきゃいけないんでこっちを。我々プレイヤーとしては、その3でルイーダの酒場で、仲間集めて、ゾーマ倒して、やったーってところから、勇者一人で旅立たなきゃいけないんですからそうなんですそうなんです、大変なんです。どうやってそれをねさらにより面白いものを、一人旅で3よりもなお面白いものを提供しなきゃいけないので我々、大変なんですよね。相当でも肉付けしたよね1も。そうなんです。なんでやっぱいっぱい肉付けして3よりもボリュームをつけてってところで今回は作っていった感じですよね。逆に言うとその3から発売したことで、またこう原作をプレイしていた方々も新規に向けてもですけれども、新しい体験っていうのは提供できるっていうふうに堀井さん思われてましたか？そうですね、そのなんだろう、オリジナルと1から始まって1をはめ込んだんで本当60キロバイトしかない世界で作っていって、だんだん複雑になっていったんですけども、今回3からなんで、その1のシンプルに戻っちゃうとねちょっとカツスカシになっちゃうと思って1はねいろいろなもの入りましたよね。そうですね、もうめちゃくちゃローラ姫もね1だともうさらわれたってセリフだけだったのが今回ちゃんとイベントも入って、そうですね、どうしてさらわれ方かっていうのを描いて、そういうところでねいろいろ楽しめたと思う。そういうなんか多分昔そうだったんじゃないかと思ったことをね実際ゲームに乗ったっていう感じかなと思うんですね、ユーザーの皆さんとしては。当時はユーザーその頭の中でこうなんじゃないかっていろんな妄想とかねしてたはずなんですよ。それがこうまた形になってセリフになって声がついて出てきたっていう感動をやっぱ覚えてるユーザーの反応ありますか？でもやっぱ一番最初に言われたのがやっぱみんな原作でこのスタートが王様の前からポンと始まるみたいなところがあれもういきなり違うんだけどみたいなところでやっぱまず驚かれてる人が多いのがなんか好感触だぞみたいなのは思った記憶ありますね。確かに。いやそうですよね。でそこからね1でまた肉付けされたものを受けてのものすごくボリュームが増えたドラクエ2。そうですね、増えましたね。あんなに増えると思ってませんでした。最初マップもとても広かったよね。そうなんです。マップ今よりも実は広いマップからテスト版の時は実は作ってたんです。広すぎるよってね文句言ったからあまりにも広くて歩くの大変だって堀井さんから言われて分かりましたってちょっとキュッてして今のやつになったみたいな実は経緯があったりしたんですけど。そうだったんですね。なのに新刊まで作っちゃった。そうなんです。ただ逆に言うとそこでキュッてしなきゃいけなくなったので、じゃあ他でなんか広げられるとこないかって探した結果出てきたのが実は回転という縦軸を使えばいいじゃないか。縦を使おうとなったわけです。そういうことだったんです。最初ロール列車からサムトリアも相当距離があったんでね。そうなんです。そうです。大陸広かったんで、その最初のいわゆるたらい回しのところがものすごく歩かされるみたいな。とんでもなかったんで。まだギリギリサマルトリアの王子許せる範囲でしたけど、2倍歩かされたら本当に嫌いになってたかもしれないですよね。それぐらい広かったんです。そうそう。で最初ね、あんまり歩くんで、近づけていいんですかって聞いてきたんですよ。そして近づける今度逆に何もないとか増えたんで、これを増やしたいとか言い始めて、これ違うだろうと思って。そうなんですよ。フィールド自体狭くした方がいいよって。フィールド広くして何かしようと思ったら、堀井さんからもそうじゃないよねっていうのを言われて。なるほどね。そういうことがありましたね。でも今のゲームユーザーって結構その便利なシステムに慣れているというか、それこそこう本当にゲームの序盤から仲間だったりとか便利なアイテムを手に入れられることに慣れていると思うんですが、やっぱたらい回しサマルトリアは必要でした。そうですね。やっぱそうなんです。あれはね絶対必要でしたね。もう僕ら開発も最初やっぱ堀井さんもうこの現代でたらい回しはいらないんじゃないですかね。提案した。もう1回であえていいんじゃないですかって言ったら違うよって言われましたよ。堀井さん覚えてらっしゃいますか？もともとねオリジナルの時なんでそうしたかっていうのがあって、まず1は一人旅だったんですよ。で一人旅でそれで次に2になった時にいきなり3人パーティーは難しいんじゃないかと。それは一つから始めて1みたいなものを体験してからっていうんで2人目3人目で集めるようなシナリオを考えたんですね。なるほど、ゲームに慣れていただくための施策だ。そうで散々回って探したら「いや探しました」ってこれは俺が探したよっていうねツッコミのセリフもちゃんとね読みながら書いたセリフなんで。
なるほど、そういうことだったんですね。そうですね、1回で会えちゃったら家を探してましたよにならないんですよね。そんな探してないみたいになっちゃうんで。やっぱたらい回しやね。大事だ。今回まだね、その声優さんのボイスとかもそう入りましたからね。いやーなんかそのちょうどいいちょうどいいんですよね。いやー探しましたよローレシア王子。いやー探しましたよ。ちょっとのんきに言われるんですよね。いやいやいやみたいな。あれもいいテンションでね。でもね、今回はね妹さんがついてくるんでね。いや本当にそうなんですなんでちょっとそこの留飲も多少下がるというか、ちょっと一人でも一人の時よりは楽みたいなたらい回しのところをねなってるんですよ。いやだから新しくリメイクするにあたって本当にまたいろんなことを大事にするところは大事に、便利にするところは便利にっていうね考え方があっての制作になっているとは思うんですけれども、早坂さん的にはこのプロデューサー務める上で、本当にやっぱドラクエっていうのはもう熱い原作をプレイしたファンたちに支えられている作品だと思うんです。こういったプレイヤーの方々に懐かしさと同時に新しさを感じてもらう必要あると思うんですが、どういうところにこだわったっていうのはありますか？でもそうですね、そもそもやっぱ HD2D リメイクを歌ってるので、まずそもそもグラフィックがまるで違うっていうところだけでも、新しい印象はそれで十分与えられるかなと思うんですけど、さらに懐かしさを引き出すためにっていうところでやっぱり原作で印象的だったそのセリフ、イベント、キャラクターなんかはまるっとそのまま使ってるところも多くありますし、あとはこれドラクエ3の時もそうだったんですけど、真上からマップの地形を見下ろしたら基本的には原作と同じ地形になってるみたいな、こっち行けばあれあるよねみたいなのが叶うようにしてるみたいなのもそういった懐かしさを出す工夫だったりはしますかね。あとは本当に今のお話また受けてになりますけれども、やっぱサマルトリアに当時思った感情って、おめえが言ってんじゃないよっていうそのいや探しましたっていうのもやっぱちゃんとゲームデザインにねやっぱ改めてここは大事にしようって落とし込まれてたりとか。そうですね、もうあれを外す選択肢はもうなかったですし、今回やっぱ家を探しましたよっていうセリフ受けますけど、あれもプレイヤーが話しかけたらこのセリフがちゃんと出るようにしてほしいと、部屋に入ったら勝手にイベントが始まるんじゃなくてA ボタンを押したらイベントが始まるようにしてくれっていうのは実は堀さんのこだわりだったりします。オートで始まっちゃうとやっぱショックがないんで。なるほどね。ちゃんとアクションしてからあれが来るようにしてくれっていうのはなんかこだわりポイントとして言われて面白いなって思いましたね。あとはドラゴンクエストっていうのはやっぱその頭に耳に残るセリフっていうのがいっぱいあったりして、ドラクエ1とかだったらゆうべはお楽しみ、そうですねなんていうのもやっぱ今回も大事にして、いやもうバッチリ実装してますね。結構ね今回もお姫様を抱っこしてもミュウを倒せるじゃないですか。いやあれそうですよね。あれするために結構やっと飛ばんで、そのためにお楽しみしてたって言われるんですよ。言われますね。あれだから後でもってもっとセリフいっぱい用意するんだったら。確かに、あれの差分欲しいですね。確かに。だからね、そうかと思って。確かにな。ちょっとねそれが心に残りやってみたね。今回このこと言われたやつがね。まさかの堀井さんの心残りそこだった。いや堀井さんらしいですね。そうね。なるほど。確かにあれ入れたらお客さん喜んでくれそうですね。確かに。だ都市伝説になりそうですね。100回目だとこれ言ったってね。嘘だろっていうね。確かに特別なセリフになるみたいな。これは今からでもちょっと入れたいですね。これはアップデートパッチちょっとアップデートこれのためにやりますかみたいな。ちょっと考えますかこれは。なるほど。いやでもそうですやっぱね、そういう記憶残ってますし、他にもドラクエ1だと光やれとかってそうですね。やっては飛ばなくてあそこで済んじゃうっていうね。そうですね。あれも今回やっぱバッチリね入ってますよね。早坂さんとしてもやっぱいくつかそういうところはもうしっかり大事に作っていこうと。そうですね。やっぱ印象的なやつってやっぱ見つけたらリメイクで見つけたらやっぱ嬉しいものじゃないですか。っていうのはやっぱちゃんと残そうっていうのは開発一同思ってやったところですよね。逆に言うと本当ドラクエ2は新規カットというか、特に悪霊の神々の背景掘ったりとかっていうのも大胆な実装でしたもんね。そうですね。もう悪霊の神々の深掘りなんかもうかなりがっつりやっていますし、なんなら主人公キャラたちと同じくらい人気出るんじゃないかななんて自分としては思ったりしますけどね。特に誰が人気高そうってありますか？バズズじゃないですか。バズズか。喋り方なんだ関西弁キャラみたいな感じみたいな。わかったか？わかったならとっとと消えろ。で家で寝てろ。俺はいちいち戦うとか面倒なんだ。ほら見逃してやるからや。ちょっと人間味もあるみたいな、あれなんか人気出るなとは思ったりしますけど。いやなるほどでございますね。いやというところで改めて妹のねお話はこの次の回で詳しくちょっとさせていただいているというところでございますので、第2回もね今のうちから楽しみにしていただければなという
いうところではございますけれども、そしてですね、先ほどグラフィック面についてもHD2D で新しさを感じてもらうということでお話しいただきましたが、こちらをですね担当された開発の皆様からもコメントいただいておりますので、代読いたしますね。ドラクエ3でもそうでしたが、城や町、ダンジョンといった各エリアの表現の仕方には特に力を入れています。原作を遊んだ方が当時の記憶を思い出しながら歩いた時に、この建物はこんな形だったんだ、この町の人たちはこう暮らしていたんだと感じてもらえるように、新しい発見がある配置を心がけましたとコメントいただいております。こちら素材があるということですね。ちょっとご覧いただきましょう。これが原作ですね。そうですね、懐かしいですね。福引きができたんですね。でこちらが HD2D 結構違いますね、やっぱりね。ゴーリしますね。見た目はね、でも平面図的には構造一緒なんですよね。そうです。なるべく建物の場所はほとんど同じにするようにっていうのは心がけてやってましたね。いやだからそれが信じられないですよね。やっぱり上から見たら一緒なんだっていうのは、ね、そうなんです、そうなんです。でやっぱ当時もこの堀井さんがこういった街の配置って手掛けられてたと思うんですけど、多分すごく考えながらこのユーザー動線とかを考えながら作ったはずだっていうので、我々もそれを大事にしてやりたいっていうのはこの3、1、2共通ではあった感じですね。これエディター使いながら一個一個ね置いていって作りましたからね、マップ平面図を。でここに来るとここまで見えるなっていうのを計算してない。そうですよね。そうですよね。今このね四角の画面の中でどこまで見えてるかっていうのも大事ですもんね。宝箱わざと見てるんですね。欲しくなっちゃうから行きたいなとか、気になっちゃうんですよね。行きたくなっちゃうんですよね。いや行きたくなるっていうのがなるほど、確かに大事である。そういうのもね、本当ロール列車のここの HD2D 版もお城入ったら宝箱見えるような。そうですね。はい。なんでこれ今回城下町と城の中を分けてるんで、ちょっとまんま同じっていうわけではないんですけど、とはいえなるべく同じになる。構造的にほとんど。そうですね。いや行きたくなるっていうのは改めてですし、こういうその街が生きているというか。もちろん生活の中で新しい建物も建てているしねと、そうですそうです、いうような感じもあるわけでございます。さあそしてもう一つご紹介いたしましょう。ドラクエ3からドラクエ 1&2 の流れを感じさせるのはもちろん、デザインの際にはドラクエ11も意識しています。原作当時にはそうした要素を多く取り入れていたわけではありませんが、今回は各シリーズの雰囲気やつながりをデザインから自然に感じ取れるよう構成しましたといただいておりまして、早坂さんこちら詳しく伺ってもよろしいですか。そうなんです。で実はですね、僕もこれあんまり深くはアート班には聞いてはなかったんで、後から聞いてそういうことを意図してやってたんだっていうのを実は後から知ったぐらいなんですよね。今回3、1、2ってアート班にもうほぼまるっと実はお願いをお任せをしていて、実はコンセプトアートとかも途中あまり見ていなかったりするんです。でも逆に上がってきた街とかがめちゃくちゃ良かったので、ほぼ一発 OK だったみたいなぐらい、今回のアート班本当によく頑張ってくれた優秀なメンバーが揃ってくれたなっていうのがあって、なんで後からこういった話聞いて、そんなこともあるんだって、逆に一応お客さんとして面白いみたいなのが実はあったりしますね。やっぱドラクエをね全ナンバリングシリーズ遊んでる人はやっぱその11の仕掛けというか、特にエンディングですよね。そうですね。はい。でこのアレフガルドとかにつながってるっていうのはやっぱめちゃめちゃ記憶に残ってるわけなので、そうですね。で今回の作品が全部地続きになってるかどうかってところは、皆さんのご想像にお任せみたいなですね。あんまりはっきり言わないですよ。もちろんです。俺はもうそうです。想像見てもらうってことで、なんで明言はしないんですけど、とはいえ今回その命の大樹っていうドラクエ11でモチーフになった要素があったと思うんですけど、そういったものなんかを実は取り入れて、いろんなところにそれを感じさせる要素を入れた上でタウンとかのデザインを組んでたってところで言われていますね。なるほどね。こちらも素材があるということですね。そうですね。この窓枠のところですかね、ちょっとこの自然をモチーフにさせる部分であったりとか、まさにそういったものを意識してるっていう感じですね。竜の女王の城ですね、ドラクエ3の。とかここもそうですね。この後ろの葉っぱっていうんですかね、植物なんかもやっぱそれらをちょっと想起させるものというか、あとその端っこに映ってる竜なんかもやっぱ竜の女王ですし、なんだろう、もしかしたら11の最後に出てきた竜ともちょっと関わりあるのかなみたいなところをちょっと想像させたりとか、で他にもありますかね。でこれがムーンブルクのお城ですね。で今と同じやっぱ後ろに木が映っていたりとか、さらにこの左右の絵画なんかも注目してほしいんですけど、左の絵画にまさになんかそうですね、
竜っぽいのが映っていますし、右はこれは闇ですかね。それと対比させてる闇っぽい何か何なんですかね。何なんですかねとかも映っていますし、やっぱこういった細かいところっていうのは本当にアート班が何もないところからこれをポッと生み出すわけではなくて、やっぱちゃんとこのシリーズのつながり世界観というのを考えた上で、こういったデザインをチョイスして作ってるってところで、すごくこだわりがあるので、ぜひいろんなところこういうの散りばめてるんで探してほしいななんて思いますね。これもそうですね、ムーンブルクのお城の冒頭のシーンですけど、やっぱここにもちょっと木が、大きな木があるんで、これはこの木何の木じゃないですけどそれはハワイにあるやつや。そうですねちょっと感じさせるやっぱ自然物があるというところでね、あるようにみたいな感じです。いや堀さん、アート班もやっぱ素晴らしい仕事を。そうですね、一個一個やっぱり美しいですよね。本当にさっきのムーンブルクであるとか、このシーンもこういうね、すごい綺麗な場所がいっぱいあると思うんですよね。すぐ壊れちゃう、ムーンブルク。そうなんですよね。そうなんですよね。開始早々には破壊されてしまうんで、もっとねゆっくり見たかったですけれどもね。そうなんです。これテストプレイするための僕らが使ってるデータの中にこの綺麗なムーンブルク歩ける実はデータなんかもあって、自分も歩いてこんなんなってたんだみたいな、もちろんインゲームの製品版では遊べないですけど、実はめちゃくちゃ破壊されるまでのやつも見えないところを全部作り込んだ上で破壊してます。アート班はだ手から間だよね。そうなんです。これはあれだよね。手間です。いや細部に宿るとは言いますが、アート班の壊す美しさっていうのももちろんありますけれどもね。そうですね。なんかどっかのタイミングでなんか機会があればね、そういった綺麗なムーンブルクもね、ぜひなんか映像として見せたいななんて思いつつ、そういったところも作ってます。ぜひファンサービスしていただきたいというところでございます。ということで本当のドラクエ HD2D 版3からね、始まって1、2ときて、やっぱり3リメイクから遊んでる人は、竜王のね城とかも原作だと、特に2の時はただの洞窟みたいな感じだったと記憶してるんですけれども、そこにひ孫がいたりとか、そうですね、いろんな要素もあって、やっぱその本当にこのロトの勇者ロトシリーズ3部作での、3から始まったことによるその時代の流れっていうのを感じられたのは、また違う感動っていうものがめちゃめちゃあったなというのは一ねプレイヤーとしては思うところでは。そうですね。やっぱそこのつながりこそ今回3、1、2っていうねこの順番をなんかやった甲斐というか、やっぱそれを出さなきゃっていうのは僕らとしては本当にすごくやってましたね。いやだから2回感動させてもらう。いやだからリアルタイムで本当に1、2、3を遊んでた。僕やっぱその初めて遊んだのがドラクエ5なので、5なんですね。やっぱその1、2、3のそして伝説の社会現象っていうのをリアルで味わえてはないんですが、本当にとんでもなかったもんなんだなっていうのは改めて感じるんですよ。一番すごかったのは池袋から5国寺に並んだんですよ。一駅並んだっていう、信じられないですよね。今そんなタイトル見たことないですよ本当に。そのギミック味わった人が逆に3から遊ぶっていう、もう一回感動させてくれるんかいっていう、そうですね、素晴らしい仕組みになってるなとは思いますけれどもね。今となってこの3から始めたのは本当大正解だったなっていうお客さんの反応を見て思いますよね。だからこそ今回のこの2の大団円を迎えたってところの説得力もやっぱすごく上がったというか、でもだって本当に初めてドラクエを遊ぶ人もいるわけで、そうなんですよ。1&2から始めちゃう人にはどうにかゲーム中ダメだよ3先やんないといけないよって言わないと多分ダメだと思うんだよな。そうなんですよね。どうにかして3からやってもらいたいですよね。そうなんですよ。ただやっぱね1、2から始めてももちろん、でも逆にね、昔の踊りがあるんで、逆にそっか昔と同じ驚きを先に味わえるっていう。そっか、それもあるか。そうなんですよ。あれはあれで残してありますので。なるほどね。いや、いろんな遊び方がじゃあできるか。できますね。ということでございます。さあ、そしてこだわりの部分ですね。こちらディレクターの長谷さんからも回答いただいておりますので、代読いたします。今作ではドラクエ1もドラクエ2もファミリーコンピューター版にはいなかった王妃様だったり大臣などを追加して王様と合わせて肉付けをしています。冒険の途中でお城に行って話しかけるとセリフが変わっていることも多いですし、世界観の厚みが増したことを感じてもらえるかもと思っていますと。そうですね、今回の、1、2で分かりやすいところで言うと、やっぱ冒頭のラザトームの大臣なんかが結構がっつり、王様との会話に絡んでくるみたいなところが分かりやすいんじゃないかなと
思いますね。意地悪でしたよね。なんか逆にこの大臣なんか後で黒幕になるんじゃないかみたいなことすら、はい、思わせぶりな感じもありつつ、まあそんなことは全くないんですけど、みたいなぐらいちゃんと肉付けされてますよね。いや本当に。でまあそうですよね。もちろん王様の周りにはね従者だったり大臣というのはいてしかるべきものですからというところですし、まあ本当に王様ってのはねドラクエには欠かせない存在ですからね。この辺りも肉付きがついているというところですし、原作プレイ済みの方がですねちょっとこうにやりとするような仕掛けもいくつかあるということで、長谷さんからご紹介いただきます。原作でちょっとしたギミックだったり小ネタが仕込まれていたキャラについても今作は意識して作っています。まあね、プレイ済みのユーザーさんにはニヤッとしてもらえるかもしれませんとコメントをいただいていて、例としてはドラクエ1ですね、リムルダールで待ち合わせをしている恋人同士、ドラクエ2ではルプガナのトレジャーハンターなどが挙げられるということなんですが、こちらもちょっと素材があるのかしらね、ご覧いただきましょう。これがリムルダールで待ち合わせしている恋人、チュンだったんですね。チュンチュンなんでチュンかってこれ実は中村のことなんですよ。おお、そうチュンソフトのチュン、中村のチュンなんですよ。チュン、なるほど、ここから来てるんですね。そうなんですよ。これ中村さん恋人役ってことですよね。そう当時からそのねスタッフの方々の名前つけてるの有名ですけども、これまた初出しなのではっていう情報ではありますけど、あんまり聞いたことない話ですよね。ここはフィーチャーしないですもんね、あんまりね。オリジナルにはね、見栄を言うてキムコも出てるんですよね。ああそうですね、開発スタッフの皆さん、はい。いやっていうのこれなかなか面白いですよね。これが今作だとそうですね、ちょっと名前を変えて登場している感じですね。この名前自体は確かスーパーファミコン版からロッコとなんて名前は登場してるんですけど、まあそれを踏襲してですね。いやだからこれが中村さんなんです。そう、まさかこれが中村さん多分これ中村さんだって分かった上で作ってる開発者我々いない気がしますよ。いないと思います。そうか、そうだった。時を超えてね。そうですね。まさかのまさかですね。リメイクの時にね、ユーテキムコと一緒にいなくなってしまったんですよね。ああ、名前がそうもうなんか楽屋うちはちょっとわからないから。なるほどな。でもそういった小話が聞けるのがね、まさにこういった番組のね醍醐味ですね。いやおっしゃる通りですね、本当に。そしてこちらがトレジャーハンター財宝おじさんになりますかね。今作でもいい味出してましたもんね、リメイクでもね。そうですね。これ今回トレジャーハンター実際にそのお宝の話聞いてそこ行ったらなんかあるみたいな感じになったので、むしろ結構実用的になったかなという感じ。情報的にね。はい。なるかなって気がしますね。いやというところで、まあ本当にそのクスッとするニヤッとする仕掛けもね、他にもいろいろこのリメイク版にも仕掛けられているというところですので、まあとはいえ当時ドラクエ1、2、3やってる人はもっと全力でこれはおすすめしていただきたいなというところでございます。まあさまざまな角度からこの時系列変更に伴うお話を伺ってまいりましたけれども、ロトの装備についてもこれはもう大事ですからそうですね、伺いましょう。ドラクエ1から登場しているこのロト装備なんですけれども、原作、当初のものはロトの剣と鎧、ロトの印のみだったわけなんですけれども、まあこの3つあれば十分というお考えだったんですか？いやもう正直ね、もうメモリがとにかくないんで、そう武器の種類も15種類とかね、いろいろね、なんか4ビット使ってない、実はそういうタイムでやってたんで、本当は全種類出したかったみたいな。そうなんですけど、だからね、ワンって多分ね、武器買い替えもできないと思うんですよ。買い替え持てないんですよ。買い替えたら自動的になくなっちゃう。そのぐらいしか持てなくて、いう制約なんか作ったんで、それが今回ねいろいろできるんで、いろいろね本来あったあるべき姿に戻った。そうですね。いいですね。その人がやっぱあるべき姿に戻ったというところでありますね。今回は改めてその盾と兜も。そうですね。だからちゃんとあるという。そうですね。このやっぱロト装備、今回3から作ってるんで、3はそもそもロト装備という名前ではなくて、その前身となる名前で登場してきて、でワンツーとなるわけですけど、やっぱロト装備全部欲しいじゃないですか。いやそれはそうですよ。せっかくなら、っていうところでもうこれ本当に開発の結構初期のぐらいから、原作にはなかったですけど全部出したいんですけど堀井さんどうでしょうみたいな話はこれもだいぶ初期の頃にそうだね、させてもらいましたね。
いやこれ11まで交えて話すと本当にそのロト装備にはいろんな考察とかそうですね、いろんなねフそうァンの思いが装備は装備で一個このなんか軸がありますからね、また別に。いやそうですよ。ただやっぱりねそうですよ、全身ロト装備でゾウマ倒してね、で次は竜王倒してねっていうのをやっぱ勇者にはやってほしいっていうね思いもあるでしょうから。そうですね。そうですね、はい、やっぱ集めたいってあるしね、探したいというね。でゲーム中だとやっぱちゃんとね全身装備になると、ドット絵も変わるし、そうですね、見た目も変わりますし、なんなら今回のロト装備ね大変重要な役割を担っていますから、そうだね、はい、確かに、はい、そういったところでも一個なんかこのロトの装備のお話の軸っていうのもまた一個今回消化できたんじゃないかなって思いますね。いや本当ですよね。そうです。2まで話を膨らませるとね、はい、まさにというところなんですけれども、そうですね、リメイクでやっぱオルテガの兜のところからのつながりっていうのも今作は素晴らしかったですね。そうですね。兜は兜でまたね、また一個お話があるっていうところで、まあちょっとどこで出てくるかはあれですけど、3でねオルテガの兜ありましたからね。そうなんですね。そうそれをちゃんと今回ね、この一つの時系列として回収してるみたいなところもまた一個ロト伝説としての大団円につながるというか、はい。でもこれだから何を見ろって言ったらネタバレそうなんです。とにかく最後までやってくれるとしか言えないですよね。そうなんです。あれですかね、これは言っていいのかな、3をやって終わってエンディングをちゃんと見ればみたいなね。あ、そうですね、そうですね。エンディングを見てくれれば全てわかります。スタッフ通りちょっとあるんで、ああって思ってもう一回スイッチ入れてみるっていうね。その辺で綺麗にまとめていただきましてありがとうございます。させていただける。でも台本にはちょっとないところですけど、ハーゴンは株を上げましたね。ハーゴンつながりですからね。そうですね。今回ハーゴンがまた新しい軸となって描いてますから。いや本当にこれまた3から描いたね魅力が詰まったキャラクターだなというところもありましたけれども、改めて本当にこのリメイク素晴らしい形でロトシリーズのあるべき姿というね、お話もいただきました。作り終えましては堀井さんどんなお気持ちが今強いでしょうか。そうですね、40年ぐらい前の作品なんですよ実はね。いや信じられない。それがねこうやってねリメイクされてまた多くの皆さんにやってもらえることはすごく嬉しいですよね。しかも形変えていろんなね要素も詰まってね、で評判もいいみたいなので。そうなんです。嬉しいです。おかげさまで売れてらっしゃるということで。そうなんです。数字は言えませんけどなかなか売れておりまして評判も良くというところで、プロデューサーとしては本当にほっと一息という感じですね。巷ではリメイクとしては本当に最高傑作という声も、いやいやもうありがたい限りですよね。まさかそんなこと言ってもらえるなんてみたいなところで。しかも今回ねバランスが結構きつめなんでね、大人の人も結構考えてますよね。そうです。大人もむしろねこんなに考えるドラクエは悪いよみたいなね、強すぎるよねみたいなところ聞いてて、特に1では本当に脳から資料を出してだってね前は1対1だったのが1対多数ですからね。そうですね。より考えないといけない。こっちのやることもいっぱい増えてるんで、特技とか呪文とか増えてるんで、そうですね。戦略性が増えてるんで。それはそうですよ。魔王を倒すってそれぐらい大変なことっていうのもね、一人旅とは大変なものであるっていう。そう堀井さんも出たって今回こだわってやっぱドラクエ1を一人旅で行こうっていう話がいやそうですよね。ドラクエ1をいじる可能性もあったわけですもんね。そうですね。やっぱ仲間をちょっと足したいんだけど堀井さんちらみたいなお話もあったんですけど、一人だよ。あの曲も一人の曲ですね。寂しげな曲がね。そうかそうですね。もう僕の好きだったあの曲ね。確かに。いやなるほど。やっぱここは絶対に譲れない部分っていうのはしっかりと生かされたリメイク作品に改めてなっているかなというところでございます。さあということで HD2D 版ドラゴンクエスト 1&2 そして3がですね、なぜ原作と同じ流れではなく3発売となったのかというところをねから軸にお話を伺ってまいりましたが、そろそろ終了のお時間ということでございます。最後にですねプレイした方に向けて、そしてこれからプレイする方もいらっしゃいますけれども、ファンの皆様プレイヤーの皆様にメッセージ頂戴できればと思います。早坂さんからお願いいたします。はい、そうですね。本当に何でしょう、この1、2、3ドラクエの原点である1、2、3をまとめてリメイクする機会なんてそうそうあるものではないし、それをしかも自分が担当できるなんて何でしょうね、もう本当になんか光栄としか言いようがないというか、で今回しかもその3、1、2って時系列になったことを生かして最大限生かした上でどうにかこうにか今だからできるこのロト3部作としての完結大団円を目指したいっていうので、なんとか今のお客さんの評判を見る限りはそれが達成できたのかなっていうところで、本当に自分としては
良かったかなっていうまずその一言ですし、とにかく遊んでほしいと、もう2を最後までやってほしいって、もうとにかくこれにつきますかね。まあ、本当にもうそれしか言えないですもんね。それしか言えないです。そうなんです。いやでも本当素晴らしいものに仕上がってるなとありがとうございます。いうところでございます。堀井さんからはいかがでしょうか。そうですね、やっぱり40年前の作品がこういうふうにね3、1、2とリメイクされて、しかもねなんと今年僕ね助君って言って、いやすみません、同じ目線でいるのが本当に申し訳ないですよ。本当に自分とはみたいな、国から表彰されたんですよ。天皇陛下から賞をもらったという、ね、いや意味が分からないですもんね、もはや。昔ね3が社会現象で結構叩かれたんですよ、ゲームってね、それがこうやってね国から表彰されるようになってね、嬉しいですね本当に。いろいろこのタイミングっていうのは本当におぼし飯ですね。狙ったかのようなこの原点となる3部作をリメイク40年ぶりに何十年ぶりにやった後にそうね表彰されて、っていうのがなんかもう本当感無料でしたね。はっきりすごいですよね、なんかできすぎたストーリーみたいな本当にいい感じですね。いやでもその受君っていうのは本当にそのゲームで、本当にまた新しい歴史になったわけですから。そうですね、だからゲームクリエイターとしても国から表彰される時代が来たという、ね、これいくとまあ YouTube さんもね、国から表彰されるかもね、そのうちそういうね希望を持たせたと思うんですよね。嬉しいです、はい、いろんな方々の可能性、また兆しにね、そうですね。いやいつか堀井さんみたいになりたいです本当に。そりゃ大変ですね。そうですね。夢はでっかくて、まあそうね、おっしゃる通りでございますけれども、いやということで本当に素敵なお話をお二人ともありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。視聴者の皆様もね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、評価ボタンおよびご感想だったりコメントをですね SNS のハッシュタグインサイド SQEX でお聞かせいただければというところでございます。ぜひぜひこのリメイク3、1、2遊んでいただければというふうに思います。ということで本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さようなら。バイバイ。